はないですけど、そんなに重くはないですよ。単なる、切れというか布の。じゃあちょっとお手本見せますね。ここに役の人がいて、役の人がって言うと、すごい人力です。動いて回ってましたね。水面の上を歩いてました。すごい。こういうの来てる。あんま残ってないんですよ。インド自体はその伝説的なすごい人がいたっていうのはあるけど、その大体人を殺めて死んでる人っていうのは成仏できないんですよ。地獄に落ちちゃって、修羅道って地獄に落ちて、で死んでもなお戦い続けなきゃいけない。でそういうところで苦しんでて、でもう自爆霊みたいになってる。でそこにお坊さんがやってきて、それで私の話を聞いてくださいみたいな。でこうやたら詳しく話すけど、あなた誰なんですかみたいに言うと、私は実はここで死んだ平敦盛の霊なんですみたいなことを言ってふわーって消えていくんですよ。で当時の姿でまた出てきて、でその当時この一の谷でどんな戦があったかっていうのをこう歌ってこう舞うわけですよ。でそうこうしているうちにこう夜がしらしらと明るんできて、朝になってきて、でお坊さんの念仏で「ありがとうございます、これで成仏できます」っつってこう成仏していくっていうのが大体の世阿弥が考えたストーリーなんですよ。風顔とかね、玉かずらとかね、これがいいのかな、井筒、日の有常の娘の井筒っていう話とかね、野々宮とかそういうのが3番目で、4番目がね、それ以外っていう含まれる雑能と言われるやつなんで、とりあえず5番目に行くと、5番目は霧能って言って鬼とか天狗とか化け物とかそういうのが出てきて、こうドカーンとこう大暴れして帰ってくるっていう話で、4番目がそれ以外、例えば物狂い能とか言われますけど、女のお母さんが子供と別れて、でその子供を大体人さらいにさらわれたとか、そういう人飼いに連れ去られたとか、そういうパターンが多いんですけど、ずっとお母さんがですね子供を求めて京都からずっと東の方までこう旅をするわけですよ。でその間こうみんなにもボロボロになっちゃって、でもう笹を持ってこう振り回してるから、もうみんなからは狂女、狂った女だって言われて、でおい狂女、なんか待ってみせろよみたいな感じでこうみんなバカにされて、でその中でもこう子供を求めてずっと旅してきて、で隅田川のところでちょうどその隅田川の向こうで船を渡っていく時にですね、向こうでこう大念仏ってみんなでこう地元の人が声を揃えて生阿弥陀仏とか唱えてる声が聞こえてきて、であそこでは何があったのかって聞いたら、その船頭さんがですね、あそこではちょうど1年前に人さらいに連れてこられた子供がここで死んじゃったんですよ。でそれはどういう年はいくつぐらいなんですか？10歳ぐらいです。名前は何て言うんですか？梅若丸。父は何ていう名前なんですか？吉田の何やし。で、それは自分の子じゃないからっつって、でお母さんが泣き崩れる。でお母さんがその塚の前でこう念仏を唱えていると、子供の幽霊がこう出てきて、でお母さんって言うわけですよ。でそれで梅若丸我が子よっつってこう抱きつこうとするんだけど、幽霊だから通り過ぎて抱きつけない。でそうこうしてるうちにまた夜が明けていって、で見えなくなってしまったっていうような、これ隅田川っていう話なんですけど、こういうのが4番目で、今日もね天子もねこれ4番目になります。でこの天子っていうのはこれね少年なんですよね。天子ってこれ中国のお話で、昔
中国にですね、あるお母さんが、田舎のお母さんがですね、こう子供が天から降ってくる夢を見てですね、で実際に子供を産んだんですけど、その時に鼓も一緒にこう空から降ってきて、でひょっとしてこの鼓と一緒の鼓とセットってやつだけどこの鼓はあの子がこう天から降らしたものなのかということで、天子っていう天の鼓って書いて天子っていう名前をつけてですね、でこの少年天子はすごい鼓をポンポン叩いて、そのまた音色がすごく美しかった。でそれが皇帝の耳に届いてですね、鼓を持ってこいって言って、で天子はそれを捕らえるのが嫌だから、森に逃げ込んじゃったんですけど、結局捕らえられて殺されちゃうんですよ。でそれ以来その鼓は音が出なくなって、で宮殿に持ってかれたんだけど音が鳴らないと。おいどういうことだっつって、で今度はお父さん連れてこいっつって、でお父さんが呼び出されてですね、でお父さんはこれは自分も殺されるのに違いないって言って恐る恐る言ったらですね、鼓が打ってみろと。お前の息子の鼓なんだから父親のお前が打てばなるに違いないっつって、でなるわけないと思いながらですね、こうそう近づいててトーンってこう打つとですね、すごくこう美しい音が宮殿中に響き渡ってですね、でもうお父さんも涙流して、で皇帝も涙流してですね、でじゃあもう許してやってもう褒美を取らせるっつってで帰らせるわけですね。でその亡くなったその川のほとりでですね、音楽奏っていうこの天子のお葬式をやってあげろっていう皇帝の命令でやってあげてたらですね、幽霊の天子が現れて、でその鼓を打ち鳴らしながらですね、すごく楽しそうに舞って、それでその時はちょうど七夕の時で空にはこう天の川が流れてて、でそのまま聞いていくっていうそういう話なんですけど、その天子の装束になります。あそこにも面もあるんですけど、だから前は前さっき言ってこれおじいさんの表でもね、いろんなおじいさんがあるんです。でね、これはどちらかというと癒しいおじいさん。これがですね、神様に近いおじいさんとか凛々しいおじいさんとかだとですね、ひげが植えていない、毛書き筆で書いてある毛だったりとか、シワがあんまりこんなになかったりとかですね、すっきりしてたりとか、いろんなおじいさんが種類があるんです。能面もですね、本当にいろんな種類があって、もうオンナメンとか言ってもね、いろんな種類があるんですよ。もう美術館、そこの根津美術館っていうのがあるんですけど、根津美術館もすごく能面コレクションが多くて、いい表がいっぱいある。でね、道寺っていう表になります。これもですね、今日はこういうワークショップ的なもんなんで、あんまりいいのは出してません。ぶっちゃけぶっちゃけ出してませんが、ちょうどですね、この天子って7月の8日に公演があるんですよ。でその時に半切りって言います。で袴の上にまずシャツに当たる着付けっていうんですけど、まずシャツを着ます。それが一番向こうの小亀甲柄って言うんですけどね、そのシャツを着るんです。でこれは厚板っていうんですけど、厚板と空織っていうのはね、これ偽物なんでこれ空織ですとは言えないんですけど、織り方は同じなんですけど、なんか縦糸と横糸のなんかこうあれかな、割合が違うのかな、あと柄の強さもそういうのが違ってくる。織り方は一緒です。旗織り機で織る。でそれをシャツですね着て、でその上にこのジャケット的な感じでこのハッピというのを着ます。で、これがこの上に着てるこれなんですけど、ちょっと見えづらいんですが、ちょっとこれをですね一人ちょっと着せてみたいと思うんですけど、ちょっと着てみたいわーっていう方いらっしゃいますか？ちょっと一人なんで、もし希望者多かったらじゃんけんしてもらいます。こうやって紐で上げると、これね、歌舞伎とね同じだよね。そうですね。歌舞伎に似てますよね。
苦しくないですか？あ、大丈夫です。歌舞伎の方はね割とね刺繍が多いんですよ。だよね。そうですね。柄があと大きかったりね。うん。だけどね豪華さで言うと、豪華さまああれか刺繍だから時間かかってんのか。でも歌舞伎の方がいわゆる毎日連続でやるので消耗品なんですね。これ我々の袴に比べて大きいでしょ。この舞台って何もないからやっぱこれくらいの量感っていうのが必要で、じゃあ手前から右足から。右足から。そう。うん。大体ね、装束っていうのは2人で着てるんですけど、我々、あ、でね、真ん中触ってください。我々はもちろん、まあ、役者だから真っ二人ですとするんですけど、このね、装束もね、つけられないといけないんですよ。だから装束も一通りね、こうつけられる。歌舞伎とかみたいな、ああいう小山さんとかいないので、装束つける人とかいないので、我々が全部お互いにやり合うわけですね。10分ぐらい。あ、全然大丈夫です。これでバネって言ってね、ここにね、こうやって引っ掛けるんですよ。これ乗せる。すごい。いいですか。重そう。そうするとこう立体的になる。これ歌舞伎の輪次ってこう顔振るやつあるでしょ。写経獅子です。あの時に履いてるのと全く同じ。うん。はぎり。すごそう。動けなそうだそれね。でね、まあ本当は一緒と。可愛いしな。可愛い。でね、重っ。何これ。腰帯というのは右はね脱いじゃうから。右はね。右だけこう。そう。これね、あ、だから可愛いんです。バチを打つから。宇宙。打ち合わせ、そう。だからね。あ、そうか、少年だから打つのか書いて。でかいな。ここに紐で。それがないんだね。カタ脱ぎみたいな。あと太刀って剣を使ったりするでしょ。そういう時っていうのは大体右手太刀を持つので同じようにこうやってで修羅門の場合はこれが矢筒になるんですよ。矢筒の代わりになる。うん。ここに刺せるんですか。刺すっていうかこれが矢筒の意味を持つ。見た目がね。うん。あのつもりでいいですか。ね。大丈夫です。すごい切るの大変。これ一緒にやってもらわなきゃ無理ですね。無理。絶対自分では切れないです。切れるようにするんですよ。だからまあ今着物と一緒でまくし上げるでしょ。女性のって。それと同じように小は大は変えられないけど逆はできるから。これもじゃあ割と大きい男性でも同じ切れちゃう。大丈夫ですよ。通常の天下の着方なんですけど、唐織のつぼ織りの着方っていうね、もう一種類ね違う着方があるので、それ時間があったらやろうかなと思って出したんですけど、ちょっと時間がないから人の役だったら扇を持つんですけど、扇をね、持つんですけど、これは中国のお話なので、この東うちわっていうのを持ちます。でこの柄もですねいろいろあって、これは竜ですね。でこれを持ってでこれで舞を舞うわけですね。まあこんな感じ。大体構えっていうのが決まっててですね、こういうまあ後で皆さんやっていただく。これぐらいです。ここに突っ込むので、前にやっても歌舞伎みたいにこうならないですよ。だから僕らはどっちかというとここがペロッ
ペローンとなるのが嫌なので、もうこれで突っ込んじゃって、もうある程度動かない。おお、すごいな。ですね、人差し指と親指だけでで軽くお辞儀をしてでまた人差し指と親指で近づけていくとね。ちょっとゆっくりお立ちください。そっちかな。わかりました。よくよくタイプを見てから、スッと変えて、後ろに。で、ねじったら、前書いて。そうそう。後ろを見て、後ろの方へ。いいんですよ。左から3後ろはい、1、2、で、3度目で音の名前。そうです。だからさっきまでまっすぐさっき見られたらこうなってたんですよ、ちょっと。だからよくこういうのとかでが普通にやっちゃっていかれると、だからこうやると。で実際こういう、まあ大きくやることないですけど、こうやってこれでやるとしたらこうやって見てるんです。これを基本にやってるだけで、実際ここのやつ読んでるんですけど、でもさっきの標準をベースにしてるから、僕らが実際見てるところはこの右上を見てるとしてもここら辺を見てるからですよ。だから女性の一般的に若い女性のキャラクターですね、基本的に。一旦表にするとここをちょっと角をつけないです。するとだけでだいぶ印象があるんです。